はい、皆さんこんにちは、まーさんです。すっかり春らしくなりました。野に山にドライブに行きたい。そのためにはちゃんと整備をしておきましょうということで、まあでもね、整備とかいじってる間に春も夏もどんどん終わっていくんですけどね、まあとにかく今日も、BMW12 万円で買った 320i をいじっていきます。この 320i ですけれども、ちょっと前の動画でバッと点検をしまして、整備が必要なところ、壊れてるところをいろいろ洗い出しました。今回からはね、その洗い出したところを潰していく、実際整備していくっていうことになります。今日はね、エアクリーナーフィルター、エアコンフィルター、それからプラグを交換しようと思います。まーさんね、中古車買えば、まず間違いなく最初に、フィルター類とかプラグとか油脂類交換してるんですよね。まーさんの中ではこれを納車整備って呼んでるんですけど、新しい中古車買ったからまた納車整備しなきゃみたいな感じでね、まーさんの中では納車整備っていうのはね、買った後に、納車した後に、オーナー自身がする整備、それが、納車整備。まーさんの中ではそんな感じになってます。はい。ということで、納車整備。マーサンガレージの専門用語では、納車後にするのが納車整備。それを今からやっていきます。まず最初にプラグを交換しますけれども、前回の点検の動画で、プラグの脱着やってますからね、全く同じ映像ですので、もうチャチャチャっと早送りでいきます。今、ダイレクトイグニッションのコイルを外しているところですね。ちなみにこのエンジンをいじろうと思うと車両の横から手を出すことも多いので、フロントフェンダーをね傷つけないようにこういうカバーをかけて作業してます。このカバーはこういう用途に使うために売ってるもので、ストレートで買ったやつだと思います。あとこういう姿勢で作業するときは布つなぎ必須ですね。ジーパンに、バックルの大きいベルトなんかで作業すると大変なことになりますね。コイルを引き抜いてプラグを外していきますが、今回ね、このタイプのラチェットハンドルを多用しました。力をガッと入れる体勢から、スッと早回しの体勢に移れるという、以前にね、工具紹介で自慢げに紹介したんですが、その割にはあんまり使ってなくて、やっぱこれ使いこなしが難しいんですよね。でも、今回は頑張って使ってみました。はい。古いプラグと新品のプラグです。プラグは NGK の適合する品番のものですけど、安いショップを探して買ったら、パッケージに日本語が全然書いてないので、多分並行輸入か海外から仕入れたやつなんでしょうね。型番が合ってれば問題はないと思います。そして点検の時の動画でも言ってましたが、プラグには何もつけないで装着していきます。取り付ける時の締め付けトルクは、これも NGK の指定に従いまして、トンと当たったところから、3分の2から4分の3回転回すということですね。レンチをつけまして、トンと当たるところまでまず締めていきます。はい、トンと当たりました。ここから、マーさんの場合、いつも90度を3回ぐらいのつもりで回します。90度を2回、90度をもう1回、4分の3回転回そうとすると、またもう一段クッと当たるんですよね。要するにワッシャーが潰れきったところだと思いますけど、4分の3回す直前ぐらいで、グイッともう一段きつくなるので、そこでやめるみたいな感じにしてます。はい、プラグの取り付けできましたら、イグニッションコイルをまた元のように取り付けておきまして、これでプラグ交換は完了ですね。次はエアクリーナーフィルターを交換します。それとですね、ついでにエアクリーナーボックス全体を取り外してしまって、オイル漏れの調査というか、ちょっと調べます。以前の動画でこの車の点検をざーっとした時にオイルが漏れてて、多分オートマオイルじゃないかみたいなことを言ってたんですが、どうもそれは間違ってたみたいなので、今度はですね、上からラジエーターコアの近辺を調べて、オイルがどっから漏れてるかちょっと調べようと思います。
はい、エアクリーナーフィルター外れました。単純に交換するだけならここで新しいフィルターを入れてまた組み立てるだけなんですが、ここではエアクリーナーボックスの下側もね、こうして取り外します。これちょっと大変かなと思ったんですが、実際にはボルト2本外すだけで済みました。そしてオイルが漏れてるあたりを見てみますと、よく見えます。このホースから漏れてますね。このホースはパワーステフルードのホースで、パワーステのラインを一旦ラジエーターの前に回して、そこで冷却をしてるってことみたいです。このホースを変えればオイル漏れも止まるということですが、ただね、2本ホースがあるうちの上だけから漏れてて下は垂れてるだけなのか、それとも上も下も両方漏れてるのか、ちょっと判断つかなくて、こういう場合普通はね、もう両方変えておきましょうっていうことになるんですが、調べてみると下のホースがちょっとね、値段が高いんですよね。上はそうでもないです。ですから今回は上のホースだけ交換してちょっと様子を見ることにしました。その動画はまた改めてね、紹介したいと思います。今回はとりあえずこのままにしておきまして、エアクリーナーボックスを取り付けます。新品のエアクリーナーフィルター、なんか色が真っ白でした。これを取り付けますが、エアクリーナーボックスとフィルターの周りのゴムのところがですね、うまく噛み合うようにできてるんですが、これがうまくはまらなくてですね、今一生懸命はめてますが、これをちゃんとはめておかないと、変なところに隙間ができたりとかするので、注意してはめていきます。日本車のエアクリーナーフィルターも大体似たような構造なんですけど、日本車だとそんな気を使わずにパッパッと交換できるんですが、このドイツ車はちょっと気を使ってやらないと隙間ができちゃったりする場合が多いような気がします。次の作業なんですが、今までの動画で言ってなかったと思うんですけど、このエンジンもね、ステップワゴンと同じように、どうも朝一の始動時に変な音がするんですね。全く同じ症状です。ですので、これもね、今回原因を一応調べておきまして、そして、ファンベルト周りを交換しようと思います。その変な音っていうのを撮影することができましたので、ちょっと聞いてください。こんな感じです。これね、本当に納車直後、以前の徹底チェックした時はこの音出てなかったんですが、オーナーが変わると急に故障が出てくるっていうのの典型的な例だと思いますね。前のオーナーはあんまりエンジン回さない人だったのかもしれない。でもマーさんはもう納車してからリミッターに当たるまでバンバンエンジン回してますので、そうするとこうやって隠れていたトラブルが急に出てくるということになります。音の出所は音の感じからしてやっぱりテンショナーだろうなとは思うんですが、でも今回も車の聴診器を使ってね、ちょっと原因究明をしてみようと思います。ステップワゴンでやった時はちゃんと音が拾えてなかったので、今回はビデオカメラに外部マイクをつけまして綺麗に音を拾ってみました。はい、こんな感じで今回はわかりやすかったと思います。テンショナーの音が明らかに大きくて変な音でしたよね。あと、アイドラープーリーもちょっと音が出てましたが、アイドラープーリーっていうのは、ただ単なるプーリーです。
そしてですね、テンショナーとアイドラープーリーと、あとベルトをセットにしたものが安く売ってますので、今回はそれを購入してね、交換しておこうと思います。この車の場合ね、FF じゃなく縦置きのエンジンなんですが、FF 以上にちょっとその辺の分解整備がやりにくい感じなんですけれども、頑張ってやってですね、それはまた改めて動画にしていこうと思います。作業の方がどんどん進んでいってまして、あとはエアコンのフィルターを取り付けるだけなんですが、エアコンフィルターの蓋になる部分ですね、これが妙に白くなっちゃってまして、なんか気に入らないなっていうことで、ちょっと炙ってみることにしました。こうして炙ると、元の新品の時のような黒さが戻ってきます。まあこれね、ボンネットを開けないと見えないとこなんですけどね、完全に自己満足の世界ですね。はい、こんな感じで、まあ新品同様とまでいかないですが、まあまあ綺麗になりました。あとはエアコンフィルターを取り付けて、今回の作業は完了です。いつの間にかエンジンのカバーも付けてありますけれども、これも樹脂用の光沢復活剤でちょっと磨きまして、黒光りをさせておきました。まあこの辺難しいところでね、あんまりあっちこっちピカピカに黒光りさせると、それはそれでちょっとなんか、違和感がある変な感じになってしまうんで、多少白ぼけしてるぐらいの方が、らしい感じではあるんで難しいんですが、やっぱりね、新しい車買うと嬉しいので、ついついあっちこっち磨いたりとかしちゃうんですよね。あと、整備終了後に実際に走ってみてどうだったかと言いますと、エンジンの調子がね、良くなって、ちょっと軽く吹き上がるようになった気がします。気がするだけでね、実際、フィルター変えてプラグ変えたぐらいでね、そんな変わるもんではないと思うんですが、でもまあね、自分で整備して、その効果をプラシーボ効果で良くなったって感じてしまうのは、まあ、いいことなんじゃないかと。変なね、わけのわかんないパーツつけて、プラシーボ効果で、効果があるように感じちゃうっていうのはちょっといただけないですけれども、自分で整備した効果をプラシーボ効果で、エンジン気持ちよく回るようになったぜって思うのはね、それはまあいいことなんじゃないかなと思います。では、今回の動画はここまでです。今回もマーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。